ある冬の日、財閥の坊ちゃんの前に、たった1000円のたい焼きを焼く一人の女子高生が現れた。その瞬間、少年は思わず声を失い、そして信じられない一言をこぼす。お母さん。たったその一言で、止まっていた時間が崩れ、誰も知らなかった真実が静かに動き始める。これは偶然ではない。ありふれた勘違いでもない。財閥一家の裏側に隠された秘密、そして二人を結ぶ運命の糸、そのすべてが、この物語の中で明らかになる際、この瞬間を見逃したら、この出会いが運命と呼ばれる理由を、絶対に理解できません。今、その真相が静かに開かれようとしている。東京郊外の古い商店街に夕暮れが訪れました。冷たい風が路地の缶を荒々しく吹き抜け、看板がきしむ音を立てています。空は灰色に暗くなり始め、伊藤が一つ二つと明かりを灯して冬の夜を迎える準備をしていました。小さなたい焼き屋の前で中村鮫組が凍えた手に息を吹きかけながら生地を準備しています。19歳の彼女の指先は寒さで赤く腫れ上がっていました。しかし彼女世は止まるわけにはいきませんでした。今日もまた同じでした。こんにちは、何個折れるかしら。鮫組は小さくため息をついてたい焼きの型を温め始めました。青い炎が燃え上がり、型を熱する音が静かに響きます。あんこの甘い匂いが少しずつ空気中に広がりましたが、こんにちは特に通りすギル人たちの足取りが早く見えましたさ。めぐみは店の横に貼った小さな鏡を覗き込みました。疲れ切った自分の顔が映っています。頬は風のせいで赤くなり、目元には幼い年齢にそぐわない芯、タイの影が落ちていました。おばあちゃん彼女は小さくつぶやきながら、ポケットから古い財布を取り出して確認しましたす。うまいの紙幣と硬貨が全てでした。病院から求められている金額には到底足りない額でした。おばあちゃんは今、冬季陽都立病院に入院中でしたわ。胃炎から始まった病状が徐々に悪化していましたが、具にはより良い治療を受けさせる余裕がありませんでした。風がさらに激しく吹いてきましたさ。めぐみはマフラーをもっときつく巻きながら、たい焼きの生地を型に注ぎました。ジュージューという音とともに香ばしい匂いが立ち上がります。彼女はこの匂いを嗅ぐたびに、おばあちゃんが小さい頃に作ってくれたたい焼きを思い出すのです。温かいたい焼きはいかがですか。めぐみは声を張り上げて呼びかけました。しかし、通りすぎる人々は寒さに身を縮めて、急いで足早に歩いていくばかりでした。野員たちは暖かい家へ、学生たちはコンビニへと向かっています。時計を見ると、夜の6時を過ぎていました。しかし今日はまだ1個も売れていませんでした。具の胸に不安が忍び込み始めました。このままでは酔うも空手で家に帰らなければならないかもしれません。その時でした。商店街の入り口の方から小さな影がゆっくりと近づいてくるのが見えました。高級そうな黒いコートを着た子供でした。その子は同年代より小さく見えましたが、服装はこの町には全く似つかわしくないほど上品で高そうでした。白川春人でした。8歳のその子は好奇心に満ちた眼差しでめぐの小さな店を見つめていました。春人はこれまで町の食べ物というものを食べたことがありませんでした。いつも家で料理人が作った食事を食べ、外では高級レストランでだけ食事をしていたのです。これは何ですか。春人は慎重に尋ねました。その声は清らかで綺麗でしたが、どこか寂しそうに聞こえましたさ。めぐみは突然現れた小さなお客さんに微笑みかけました。今日集めて誰かが自分の店に夜海を示してくれたのです。たい焼きですよ。温かいあんこがいてとても美味しいんです。春とはくびをかしげながらたい焼きの型から出来たてのたい焼きを見つめました。黄金色の茶色い表面から立ち上る白い湯気が不思議に見えました。彼はこれまでこんな素朴な食べ物を見たことがなかったのです。一つください。春とはポケットから硬貨を取り出して言いましたさ。めぐみは一番温かいたい焼きを選んで紙に丁寧に包んで手渡しました。春とは慎重に一口かじりました。温かいあんこが口の中に広がった瞬間、かの目が大きく見開かれました。シンプルだけれど深い甘さがかの心の奥を柔らかく包み込みました。美味しいです。彼は小さくつぶやきながらたい焼きを食べ続けました。ところが突然、かの目に涙が浮かび始めたのです。具の温かい笑顔が彼にはあまりにも馴染み深くて懐かしい何かを思い出させました。お母さん春人の口から小さな言葉が漏れまし、タカの母親は彼が5
歳の時に亡くなりました。それ以降、彼は父親と祖父の厳格な世話の下でだけ育ってきました。温かい笑顔で自分を見てくれる人は長い間いなかったのですさ。めぐみは子供の震える声を聞いて、胸の奥がチクリと痛むのを感じました。理由のわからない感じ、酔うが彼女の心を包み込みました。春人の寂しい眼差しが、どことなく、幼い頃の自分に似ているように見えたのです。風が再び激しく吹いて、二人の髪を舞い上げました。酔う天街には焼き芋の匂いが混じってひょうい。遠くでは電子、やがとうる音が聞こえました。ありふれた冬の夕方の風景でしたが、さめぐには不思議にも、何か大切な윤感が流れているという予感がしていました。あの夕暮れから3日が過ぎました。春人は学校が終わると、迷わず冷め、具の小さなたい焼き屋に足を向けるようになりました。妻子、夜は恐る恐る近づいていた春人でしたが、今で箱走りで酔う天街を駆け抜けてくるのですさ。めぐみお姉さん、春人、排気を弾ませながら、いつものように声をかけましたさ。めぐみは振り返って、温かい笑顔で迎えます。春人の方は走ってきた勢いで薄紅色に染まっていました。今日もいらっしゃいたい。焼きを作りたてですよさ。めぐみは丁寧に焼きたてのたい焼きを包みながら答えました。春人の変化、羽目に見えて明らかでした。初めて出会ったに、血の差、美しそうな表情はどこにもありません。代わりに、子供らしい香が、焼きが瞳に宿っていました。春人はたい焼きを受け取ると、いつものように小さく一口かじりました。熱いあんこが口の中に広がる瞬間、かの顔がほころびます。やっぱりおいしいです。この3日間で、春人がおいしいという言葉を口にしたのは何度目でしょうか。さめぐには分かりませんでしたが、春人にとってこれは革命的な変化だったのです。これまで彼は育児に対して全く興味を示さず、家族を心配させていましたさ。めぐみは春人が食べている姿を見守りながら、不思議な気持ちになっていました。この小さな男の子に対して、まるで弟ができたような愛おしさを感じるのですけれども、同時に胸の奥に言葉にできない切なさも湧き上がってきました。春人くんのお家のには毎日遅いお迎えなんですねさ。めぐみは何気なく尋ねました。春人は今日も一人で来ていました。高貴勇壮な制服を着た8歳の子供が一人で酔う天街を歩いているのは少し心配でもありました。運転手さんがお迎えに来るまでもう少し時間があるんです。春人は素直に答えました。かの口調は幼いながらもどこか大人びた丁寧さがありました。おそらく厳格な環境で育てられているのでしょう。その頃、白川家の屋敷では春人の祖父である源一が与妻の窓から外を眺めていました。72歳の源一は白川グループの会長、酔うとして長年にわたって会社を支えてきた人物です。厳格で知られる彼でしたが、最近は孫の春人のことで頭を悩ませていました。春人の母親、つまり源一の娘は3年前に病気で亡くなりました。それ以来、春人は極端に内向的になり、食事もろくに取らなくなっていたのです。医師に相談しても、心理的なものだから、時間が必要だと言われるばかりでした。しかし、この数日間で春人に明らかな変化が見られました。食事を残すことがなくなり、以前よりも表情が明るくなったのです。源一にとっては嬉しい変化でしたが、同時に不安も感じていましたし、辻の田中が与妻にお茶を運んできましたた。中柱川家に30年以上仕えている古参の使用人です。棒茶間のお迎えの件ですが、酔うも商店街でお時間を過ごされるようです。中は慎重に報告しまし、加減一の表情がかすかに曇ります。あのたい焼き屋の娘のところ、加減一は低い声でつぶやきました。春人の変化の原因が酔う天街のたい焼き屋の少女にあることはすでに調査で分かっていました。中村さめ組19歳、両親を早くに亡くし、祖母と2人暮らしの苦学なま、決して悪い子ではないようでしたが、源一には複雑な思いがありました。なぜなら使用人からの報告で聞いたさ、めぐの外見の特徴が亡くなった娘の美紀とあまりにも似ていると感じたからです。特に笑った時の目元の形や優しげな表情が重なって見えるのです。源一は立ち上がって与妻の奥にある金庫を開けました。中から古いアルバムを取り出します。ページをめくっていくと、美紀の写真が現れました。結婚式の写真、春人を抱いている写真、そして最後に病院で撮った最後の写真。美紀は春人にとって唯一の心の支えでした。彼女が亡くなってから
春人は笑うこと忘れてしまったのですげん。一は息子の賢治と話し合い、春人に最高の歓喜、陽を与えることに専念してきましたが、心の傷を癒すことはできませんでした。今になって、なぜ見知らぬ幼女の前で春人が笑顔を見せるのでしょうか。現一の頭の中で、様々な推測が駆け巡りました。もしかすると、春人挟め、具の中に母親の面影を見ているのかもしれません。現一は写真を見つめながら、複雑な感情に襲われました。孫が元気になることは、何よりも嬉しいのですが、その理由が亡き娘との類似点にあるとすれば、これは一時的なものかもしれません。そして、いずれ春人がその現実に気づいたとき、さらに深い傷を負うことになるのではないでしょうか。商店街では、春人がたい焼きを食べ終わって、さ、めぐみとたあいもない会話を楽しんでいました。春人の澄んだ笑い声が、夕暮れの空気に響いていますさ。めぐにとって、この時間は1日の疲れを忘れさせてくれる貴重なひとときでした。しかし、現一の予感は的中していました。春人が覚め、具に惹かれる理由は、確かに泣き、わわへの思いと密接に関係していたのです。そして、この事実は近いうちに明らかになり、三人の人生に大きな波紋を投げかけることになるのでした。夜が深まる頃、現一は書斎の椅子に座ったまま、どの外の暗闇を見つめていましたか。の表情には深い憂慮の影が落ちていました。明日も春と橋、酔う天街に向かうでしょう。そしてこの字、酔う今日は単純な子供の気まぐれでは済まされないことを現一は直感的に理解していました。春人が商店街に通い始めて1週間が過ぎました。現一は書斎の重厚な机に向かい、万年筆を手にしたまま動作を止めていました。窓の外では秋の雨が静かに降り続き、庭の紅葉した輪が1枚ずつ地面に落ちていきます。現一は決断を下しました。これ以上の不安を抱えたまま過ごすわけにはいきません。枯葉内線電話を取り上げて、秘書の松本を呼び出しました。松本君、少し調べてもらいたいことがある。現一の声は普段より低く、慎重でした。松本柱川はグループで20年間秘書を務めている信頼できる人物です。機密事項の処理にも長けており、現一にとってはなくてはならない存在でした。商店街にいるたい焼き屋の少女についてだ。中村鮫組という名前らしい。家族構成、出生地、両親の経歴、可能な限り詳しく調べてくれ。松本は一切の質問をせずに指示を受けました。現一の表情の深刻さから、これが単なる好奇心ではないことを理解していたからです。承知いたしました。1週間ほどお時間をいただけますでしょうか。頼む。現一は短く答えて電話を切りました。その後、枯花がいかん窓の外を見つめていました。雨粒が窓ガラスを伝って流れ落ちる様子が、なぜか昔の記憶を呼び覚ましました。50年前、現一がまだ20代だった頃の記憶です。当時の枯葉家業を継ぐ前の自由な学生でした。そして、一人の女性に心を奪われていました。今井静香という名前でした。静香は商家の娘でしたが、白河家とは格差のある家庭の出身でした。現一の両親は強く反対しましたが、若い二人は愛を貫こうとしました。しかし、結局は家族の圧力に屈してしまったのです。現一は家業を継ぐために、家が決めた相手と結婚することになりました。静香との別れの日、彼女は泣きながらも現一を責めませんでした。ただ静かに微笑んで、お幸せにと言っただけでした。その後、静香は遠い町へ引っ越し、二度と会うことはありませんでした。現一はその後順調に事業を拡大し、息子の賢治を設けました。しかし、静香への思いは心の奥深くに残り続けていました。特に、息子の妻である美紀が亡くなってからは、過去の選択について考えることが多くなっていたのです。1週間後、松本が薄い封筒を持って書斎を訪れました。現一は封筒を受け取ると、松本に下がるよう指示しました。一人になってから、枯葉新潮に封を切りました。中には数枚の書類が入っていました。サメグの基本情報、住所、通学先、そして家族関係の詳細。現一の目は家族欄で止まりました。父親中村健太郎個人、母親今井静香個人。その一行を読んだ瞬間、現一の手が震えました。今井静香、間違いありません。あの時の静香でした。現一は書類を机に置いて、深く椅子にもたれかかりました。静香は結婚していたのです。そして娘を産み、その娘が今、春人に笑顔を与えている鮫組だったのです。現一の胸に複雑な感情が渦巻きました。喜びと悲しみ、
そして深い罪悪感が同時に押し寄せてきました。書類にはさらに詳しい情報が記載されていました。静香は鮫組が10歳の時に病気で亡くなったということ、夫の健太郎もその3年後に事故で死去したということ、そして現在鮫組は祖母と2人暮らしをしており、経済的に困窮していることも書かれていました。源一は立ち上がって書斎の奥の金庫から古いアルバムを取り出しました。静香の写真を探します。見つけた写真を手に取ってじっと見つめました。確かに鮫組の面影が静香と重なって見えました。特に優しそうな目元と控えめな笑顔が驚くほど似ていました。静香、厳重は小さくつぶやきました。もし50年前に勇気を出していれば静香を守ることができたのかもしれません。そして鮫組はこのような苦労をする必要もなかったでしょう。その時源一の心に新たな問題が浮上しました。春人が鮫組に惹かれる理由が今度ははっきりと見えてきたのです。春人は無意識のうちに鮫組の中に血のつながりを感じ取っているのかもしれません。遺伝的な何かが2人を引き寄せているのかもしれないのです。しかしこの事実をどう扱うべきでしょうか。春人に真実を話すべきなのか、それとも鮫組に接近を禁止するべきなのか。いずれにせよこのままの状況を続けるわけにはいきません。源一は書類を再び読み返しました。鮫組の祖母が入院中であることも記載されていました。医療費が払えずに困っているという情報もありました。源一には静香の娘を助ける義務があるような気がしました。しかし同時に春人のことも考えなければなりません。夜が更けても源一は書斎から出ませんでした。机の上には静香の写真と鮫組の調査書類が並んで置かれていました。50年の時を経て運命は再びかの前に選択を迫っていました。今度こそ正しい判断を下さなければなりません。しかし何が正しいのかがわからないのです。静香への償いを優先するべきなのか、春人の幸せを守るべきなのか、いずれの選択も誰かを傷つけることになりそうでした。源一は窓の外を見つめました。雨は止んでいましたが、空は依然として暗いままでした。遠くの商店街の方角を見つめながら、彼は一人きりで重い決断を下さなければならないことを痛感していました。明日もまた春人は鮫組のもとに向かうでしょう。そしてその事実が源一の心をさらに苦しめることになるのです。ぬるかな日々が続いていましたが、この日は再びいかめしい寒風が商店街を吹き抜けていました。午後3時ごろ、灰色の雲が空を厚く覆い、今にも雪が降りそうな気配が漂っていました。鮫組はいつものようにたい焼きの型を温めながら春人の来る時間を待っていました。その時、商店街の入り口から数台の車両がやってきました。区役所の取締官でした。白い作業着を着た職員たちが車から降りて、手に書類を持ちながら鮫組の小さな屋台に向かって歩いてきます。中村鮫組さんですね。区役所の商業指導課です。責任者らしい中年男性が冷たい声で言いました。鮫組は突然の出来事に戸惑いながらも慌てて火を止めて振り返りました。無許可営業の件でお話があります。即座に営業を中止して設備を撤去していただきます。男性の言葉は無敵で一切の感情が込められていませんでした。鮫組の顔が青ざめました。これまで何度も許可申請を出していましたが、書類の不備や保証金の問題で却下され続けていたのです。お待ちください。来月には必ず許可が。申し訳ありませんが、法律は法律です。今すぐ撤去してください。職員たちは鮫組の言葉を聞く気がありませんでした。すでに作業員たちがトラックから道具を風呂し始めています。鮫組の小さなたい焼き型や鉄板、大切に使ってきた調理器具が次々と乱暴に運ばれていきました。やめて、お願いです。鮫組は必死に制止しようとしましたが、作業員の一人に強く押されて、道路脇の冷たい泥水の水たまりに転んでしまいました。制服のスカートが謎まみれになり、手のひらに小さな傷ができました。しかし、鮫組の心の痛みはそれ以上でした。古い鉄板がガタンと音を立ててトラックに投げ込まれました。鮫組が大切にしてきたたい焼きの型も、まるでゴミのように扱われています。型の一つは地面に落ちて、核が欠けてしまいました。鮫組は泥の中に座り込んだまま、その光景を見つめていました。涙が頬を伝って落ちますが、それさえも凍りそうな寒さでした。これで終わりです。おばあちゃんの病院化を稼ぐ最後の手段が消えてしまいました。もう邪魔しないでくださいね。責任者の男性は最後にそう言い残して、車に乗り込みました。エンジン音とともに、取締班の車両は商店街から去っていきます。後に残ったのは、謎まみれになった鮫組と、散らばった器具の破片だけでした。通りを歩いていた人々は、
この光景を見ながらも足をやめることなくと売り過ぎていきました。誰も手を差し伸べようとしません。サメグにとってその冷たい視線は取り締まりよりも辛いものでした。サメ組はゆっくりと立ち上がって散らばった道具を拾い始めました。かけたたい焼きの型を両手で抱えながら静かに泣いていました。この型で作ったたい焼きをハルトは美味しそうに食べてくれていたのです。その時少し離れた場所から源一がこの光景を見守っていました。彼は偶然にも商店街の様子を確認しようと車で通りかかったのです。運転手に車をやめるよう指示して窓の向こうの出来事を見つめていました。サメ組が泥水の中で破片を拾い集める姿を見て源一の胸が締め付けられました。50年前静かを守れなかった時の無力感が鮮明によみがえってきたのです。今度もまた大切な人を見捨てることになるのでしょうか。サメ組は最後の破片を拾い上げるとそれを胸に抱きしめました。そして空を見上げて大きく息を吸い込みました。絶望に打ちひしがれそうになりましたが諦めるわけにはいきません。おばあちゃんが待っているのです。負けない。サメ組は小さくつぶやきました。涙で濡れた顔に新しい決意の光が宿り始めていました。この挫折を乗り越えて必ず別の方法を見つけなければなりません。たとえどんなに困難でも諦めることだけはできませんでした。源一は車の中からその様子を見つめながら心の中で決断を固めていました。静かの娘を今度こそ見捨てるわけにはいきません。しかしどのような形で助けるかは慎重に考える必要がありました。商店街に夕暮れが訪れました。サメ組は最後に残った道具を抱えてゆっくりと歩き始めました。その後ろ姿には絶望の中にも希望を失わない強さがにじみ出ていました。源一はサメグの姿が見えなくなるまで静かに見送り続けたのです。商店街に静寂が訪れました。源一が黒い高級車から降りた瞬間周囲の空気が変わりました。通行人たちは自然と道を開け遠巻きに見守るだけでした。72歳の源一の威厳はこの古い商店街でも十分に伝わっていたのです。源一は謎まみれになったサメグに向かってゆっくりと歩を進めました。靴音が石畳に響く中サメ組は破片を拾い続けていました。彼女は源一の存在に気づいていませんでした。涙で視界がぼやけていたからです。お嬢さん。源一の声が静かに響きました。サメ組は驚いて振り返ります。高級なコートを着た年配の男性が自分を見下ろしていました。その眼差しには深い悲しみと複雑な感情が宿っていました。サメ組は慌てて立ち上がろうとしましたが足がもつれてしまいました。源一は手を差し伸べましたがサメ組は遠慮がちに首を振りました。大丈夫です。サメグの声は震えていました。このような立派な方に迷惑をかけるわけにはいきません。しかし源一の表情は優しく威圧感はありませんでした。源一はサメグの前にしゃがみ込みました。高価なコートが地面に触れることも気にしていませんでした。そして震える声で言いました。帽子とマフラーを取ってもらえるかな。突然の申し出にサメ組は困惑しました。しかし源一の真剣な眼差しに押されてゆっくりと帽子を脱ぎました。続いて首に巻いていたマフラーも取り外します。サメグの顔が冬の薄暗い光の中に現れました。泥で汚れた方、涙に濡れた目元、そして優しげな口元。源一背気を詰めてその顔を見つめました。時が止まったようでした。源一の心の中で50年前の記憶が鮮明によみがえりました。今井静香の笑顔、彼女の優しい眼差し、別れの日の涙、そのすべてが目の前の少女の中に生きていました。特に眉の形と目元の線が驚くほど似ていました。鼻筋の通り方も静香と全く同じでした。これは偶然ではありません。血のつながりがなければこれほどまでに似ることはないでしょう。源一の膝が震え始めました。そしてゆっくりと地面に膝をつきました。サメ組は驚いて源一を支えようとしましたが彼は静かに首を振りました。静香、君のお母さんは。源一の声は涙で途切れがちでした。サメ組は父親の名前を聞いてさらに混乱しました。なぜこの見知らぬ男性が母親のことを知っているのでしょうか。お母さんをご存知なんですか。サメグの問いかけに源一は深くうなずきました。そして長い間心の奥に閉じ込めていた真実をついに口にしました。静香は私の最初の恋人だった。その言葉が商店街の冷たい空気に響きました。サメグの目が大きく見開かれます。源一は続けました。50年前私たちは愛し合っていた。しかし家族の反対で私は彼女を守り抜くことができなかった。
源一の声は後悔と自責の念に満ちていました。サメ組はその場に立ち尽くしました。目の前で起きていることが現実とは思えませんでした。もし君が静の娘なら。源一は言葉を詰まらせました。そして震える手でサメグの方に触れました。静と同じ温かく柔らかな感触でした。私にとって君は大切な人の忘れ形見なんだ。サメグの胸に複雑な感情が渦巻きました。母親が愛した人がこうして目の前にいるのです。そしてその人が自分を見つめる眼差しには深い愛情と痛みが込められていました。風が吹いて二人の髪を静かに揺らしました。商店街の夕暮れの中で過去と現在がついに出会った瞬間でした。源一は静への償いを果たす機会をようやく見つけたのです。サメ組は濡れた衣服のままその場に立ち尽くしていました。源一の告白が心の奥深くに響きましたが、それを受け入れることができませんでした。あまりにも突然であまりにも重い真実でした。源一は立ち上がってサメ組に手を差し伸べました。しかしサメ組は一歩の地ずさりしました。その瞬間、源一の胸に鋭い痛みが走りました。拒絶される痛みは50年前の別れの日と同じでした。私はどうしたらいいのかわからないんです。サメグの声は震えていました。母親の過去について知らされることで自分の存在そのものが揺らいでしまったような気持ちでした。今まで築いてきた日常が一瞬で崩れ去ったように感じられたのです。源一は静かにサメ組を見つめました。彼女の混乱は当然でした。見知らぬ老人から突然母親との関係を明かされて平静でいられる人はいないでしょう。君を困らせるつもりはなかった。ただ源一の言葉は途切れました。何を言っても言い訳にしか聞こえないでしょう。50年前に静を見捨てた男が今さら娘の前に現れて何を言えるのでしょうか。商店街の向こうから小さな足音が近づいてきました。春人でした。彼はいつものように学校帰りにサメグのたい焼き屋を訪れたのですが、いつもの場所に屋台がありませんでした。不安になって辺りを探していたところ、祖父の姿を見つけたのです。おじいちゃん、サメ組お姉さん。春人の澄んだ声が緊張した空気を切り裂きました。枯葉状況を理解できずに困惑した表情で二人を見つめていました。サメ組は謎まみれで、源一は膝を汚しています。何か重大なことが起きていることは分かりましたが、8歳の春人には理解できませんでした。サメ組は春人の姿を見てさらに混乱しました。この可愛らしい男の子がもしかすると自分の血縁なのでしょうか。そう思うとこれまでの温かい交流が複雑な意味を持ってしまいます。源一も春人の登場に動揺しました。孫にこの状況をどう説明すればよいのでしょうか。春人はまだ真実を知りません。そして知らせるべき時が来たのかどうかも判断できませんでした。サメ組お姉さん、たい焼きは。春人は無邪気に尋ねました。彼にとってサメグのたい焼きは日常の大切な一部でした。その日常が突然消えてしまったことが理解できませんでした。サメ組は春人の質問に答えることができませんでした。どう説明すればよいのでしょうか。屋台が撤去されたこと、そして今この瞬間に明かされた衝撃的な事実、何もかもが混乱していました。その時、サメグの中で何かが変わりました。春人の純真な眼差しを見ていると、自分が逃げてはいけないという気持ちが湧いてきたのです。この子は何も悪くありません。そして目の前の老人も過去の選択を後悔している様子でした。サメ組は深く息を吸い込みました。そしてしっかりとした声で言いました。春人くん、こんにちは。屋台がないの。でもまた必ず再会するから。その言葉には新しい決意が込められていました。源一はサメグの変化に気づきました。彼女は混乱から立ち直ろうとしているのです。私はワワの選択を尊重します。サメ組は源一を見つめて言いました。ワワは一度あなたを選ばなかった。それには理由があったはずです。私もその選択を受け入れます。源一の表情が曇りました。サメグの言葉は正しいのですが、それは同時に自分への断罪でもありました。しかしサメ組は続けました。でも春人くんは関係ありません。この子は純粋にたい焼きを楽しみにしていただけです。私はその気持ちを大切にしたいんです。サメグの言葉に源一は深く感動しました。彼女は複雑な状況の中でも子供を最優先に考えているのです。それは静と同じ優しさでした。春人は大人たちの会話を聞いていましたが、完全には理解できませんでした。ただサメ組が何か大変なことに巻き込まれていることは分かりました。サメ組お姉さん、僕が何か悪いことしたの？春人の心配そうな声にサメ組は優しく微笑みました。そして
ハルトの前にしゃがんで言いました。ハルト君は何も悪くないよ。大人の事情で少しややこしいことになっているだけ。その時、源一は決断しました。サメグの気持ちを尊重しつつ、できる限りの支援をしようと思ったのです。ただし、それは押し付けがましくない方法でなければなりません。サメグミさん、君の意思を尊重します。源一は深く頭を下げました。しかし、困ったことがあれば、遠慮なく相談してください。それだけは約束してもらえませんか。サメグミは源一の真摯な態度に心を動かされました。この人は本当に母親を意図していたのでしょう。そして、今でもその気持ちを大切にしているのです。夕暮れが深まり、商店街に街灯が明かり始めました。三人は複雑な関係の中で、新しい形の絆を模索し始めていました。完全な理解や受け入れには時間が必要ですが、少なくとも歩み寄ろうとする意思は見えていました。あの日から3日が過ぎました。サメ組は東京都立病院の廊下に座り、疲れ切った表情で待合室の時計を見つめていました。午後の日差しが窓から差し込み、白いタイルの床に長い影を作っています。病院特有の消毒液の匂いが鼻をつき、遠くで看護師の足音が規則正しく響いていました。おばあちゃんの容体は安定していましたが、医療費の支払いが滞っていました。サメ組は必死に工面しようと努力しましたが、屋台を打った今、解決策が見つからずにいたのです。その時、病院の入り口から静かな足音が聞こえてきました。サメ組は振り返ると、源一の姿が見えました。彼は控えめな灰色のスーツを着て、手に白い封筒を持っていました。あの日の威圧感はなく、むしろ緊張しているように見えました。源一はサメグの前に立つと、深く頭を下げました。その姿に、サメ組は戸惑いました。白川グループの会長ともあろう人が、病院の廊下で頭を下げているのです。突然お邪魔して申し訳ありません。源一の声は普段より小さく、遠慮がちでした。サメ組は立ち上がって、慌てて答えました。いえ、とんでもないです。こちらこそ。源一は封筒をサメグに差し出しました。中には病院への支払いに必要な書類と、十分すぎる金額が言っていました。サメグの目が大きく見開かれます。これは受け取れません。サメ組は即座に首を振りました。母親との過去があるとはいえ、見ず知らずの人からこれほどの援助を受けるわけにはいきません。しかし、源一は穏やかな表情でした。これは贖罪です。静香を、君のお母さんを守れなかった私の責任を果たしたいんです。源一の言葉には、50年間抱え続けてきた後悔が込められていました。サメ組はその重みを感じ取りました。二人は病院のベンチに並んで座りました。廊下には他の患者の家族もいましたが、二人の周りだけ特別な空気が流れているようでした。源一は静かに話し始めました。静香と出会ったのは大学生の時でした。彼女は近所の商店街で働いていて、いつも笑顔でした。その声は遠い記憶をたどるように優しくなりました。サメ組は母親の若い頃の話を初めて聞きました。私たちは本当に愛し合っていました。しかし、私の家族は強く反対したんです。源一の表情に影が差しました。結局、私は家族の圧力に負けました。静香を見捨ててしまったんです。サメ組は源一の横顔を見つめました。深いシワに刻まれた後悔の跡が見えました。お母さんは、あなたを恨んでいたのですか。サメグの問いかけに、源一は首を振りました。いいえ、静香は最後まで私を責めませんでした。それが余計に辛くて、源一の目に涙が浮かびました。君を見ていると、静香の優しさがそのまま受け継がれているのがわかります。サメグの胸に、複雑な感情が湧き上がりました。母親への思い、目の前の老人への同情、そして自分自身の孤独感。私も一人で頑張ってきました。サメ組は静かに自分の気持ちを語り始めました。両親を撃ってからおばあちゃんと二人だけでした。誰にも頼らずに生きてきたつもりでしたが、サメグの声が震えました。本当はとても寂しかったんです。その瞬間、源一の心に深い共感が生まれました。サメグの孤独は彼自身が静香を撃ってから感じ続けてきたものと同じでした。私も同じです。源一は率直に答えました。静香を撃ってから本当の意味で幸せだと感じたことはありませんでした。二人の間に静かな理解が生まれました。それは血縁関係を超えた同じ痛みを知る者同士の共感でした。病室の窓から夕日が差し込み始めました。オレンジ色の光が廊下を暖かく照らしています。看護師が静かに廊下を歩いていき、どこかで家族の笑い声が聞こえました。サメ組は深く息を吸い込みました。あなたの気持ちは理解できます。その言葉に
源一の表情が和らぎました。でも、急に家族になることはできません。時間が必要です。サメグの正直な気持ちに、源一は深くうなずきました。もちろんです。私は君が望む距離を保ちます。源一は立ち上がって、再び深く頭を下げました。ただ、困った時は遠慮なく相談してください。それが静香への、そして君への私の償いです。サメ組は源一の真摯な態度に心を動かされました。この人は本当に母親を意図していたのです。そして、今でもその愛を大切に胸に抱いているのです。源一が病院を去った後、サメ組は一人でベンチに座り続けました。手の中には病院費用のいった封筒がありました。これで、おばあちゃんの治療を続けることができます。サメグの心の中で、凍りついていた何かが少しずつ溶け始めていました。完全に心を開くには時間が必要ですが、少なくとも源一の気持ちを理解することはできました。病室の中から、おばあちゃんの穏やかな寝息が聞こえてきました。サメ組は立ち上がって、部屋の中に入りました。おばあちゃんの手を握りながら、新しい希望を感じ始めていました。外では春の訪れを告げる暖かい風が吹き始めていました。長い冬が終わろうとしているのです。3月の初旬、商店街にもようやく暖かい日差しが届くようになりました。桜のつぼみはまだ硬いものの、空気には春の気配が漂っています。あの寒い冬の日から2ヶ月が過ぎ、3人の関係は少しずつ変化していました。春とは学校から帰ると、もうたい焼き屋を探すことはありませんでした。代わりに、サメ組が通う図書館に向かうようになったのです。サメ組は大学受験の準備をしており、栄養学科への進学を目指していました。源一の支援で経済的な不安がなくなった今、彼女は新しい夢に向かって歩み始めていたのです。図書館の静かな閲覧室で、サメ組は参考書に向かっていました。ハルトは隣に座って宿題をしています。時々、サメ組がハルトの算数を手伝い、ハルトがサメ組学校での出来事を小声で話しました。サメ組お姉さん、今度の日曜日、おじいちゃんと一緒にお散歩しませんか。ハルトは鉛筆を止めて、希望に満ちた目でサメ組を見つめました。この数週間で、ハルトは3人で過ごす時間を大切にするようになっていました。最初は戸惑っていましたが、今では自然に受け入れているのです。サメ組はハルトの純真な笑顔を見て、心が温かくなりました。この子にとって、複雑な大人の事情は関係ありませんでした。ただ、大切な人たちと一緒にいることが嬉しいのです。その日曜日の午後、3人は近くの公園を歩いていました。源一は普段の威厳ある姿とは違い、孫と並んで歩く優しい祖父の顔をしていました。サメ組は少し離れた位置を歩いていましたが、その距離は以前より縮まっていました。公園には梅の花が咲き始めていました。淡いピンクの花びらが風に舞って、地面に散らばります。ハルトはその花びらを集めて、サメグに手渡しました。きれいですね。サメ組は花びらを手のひらで受け取りながら言いました。ハルトは嬉しそうに笑って、また花びらを探しに走っていきます。源一はサメグの横を歩きながら、静かに話しかけました。君が勉強に集中できて安心しています。サメ組は控えめに答えました。おかげさまで、将来への道筋が見えてきました。二人の会話は以前より自然になっていました。完全に打ち解けたわけではありませんが、お互いを理解しようとする気持ちが芽生えていたのです。ベンチに座って休んでいるとき、サメ組は遠くを見つめながら言いました。お母さんが生きていたら、きっと喜んでくれたでしょうね。その言葉に、源一の目が順見ました。静香への思いは今でもかの心の中に生き続けています。しかし、それは過去への後悔だけではなく、現在への感謝も含むようになっていました。静香は君を誇りに思っているはずです。源一の声には深い確信が込められていました。サメ組は静かにうなずきました。ハルトが戻ってきて、3人の間に座りました。彼はサメグの手を取って、もう片方の手で源一の袖を引っ張りました。みんなで手をつなごう。ハルトの提案に、大人2人は少し戸惑いました。しかし、ハルトの純粋な気持ちを断ることはできませんでした。3人は手をつないで、公園の小道を歩き始めました。その光景は、僕から見れば普通の家族のようでした。祖父と孫、そして年の離れた姉のような関係。血のつながりや過去の複雑さを超えて、新しい絆が生まれつつありました。夕方になって、3人は白川家の屋敷に向かいました。サメ組は最初の頃のように緊張することはありませんでした。使用人たちもサメ組を温かく迎えてくれるようになっていました。食事の時間、源一はサメ組大学の話を尋ねました。ハルトは興味深そうに聞いています。サメ組が栄養学を学んで、
将来は人々の健康に貢献したいと話すと、源一は深く感動しました。素晴らしい目標ですね。静香もそんな優しい心を持っていました。食後、サメ組は帰り支度を始めました。春人は少し寂しそうでしたが、来週また会えることを楽しみにしていました。玄関で、源一はサメグに小さな包みを渡しました。中には静香の写真が入っていました。若い頃の静香が、サメ組とよく似た笑顔で写っています。これは君に持っていてもらいたいんです。サメ組は写真を大切に受け取りました。母親の若い頃の姿を見るのは初めてでした。その笑顔には、希望と愛情があふれていました。帰り道、サメ組は一人で商店街を歩いていました。以前たい焼きを売っていた場所を通り過ぎるとき、少し立ち止まりました。あの困難な日々も、今となっては大切な思い出です。空を見上げると、星がきれいに見えました。冬のいかめしさは和らいで、春の暖かさが感じられます。サメグの心にも、新しい季節が訪れていました。母親への思い、源一への理解、春人への愛情、複雑に絡み合った感情が、少しずつ整理されつつありました。完全な答えはまだ見つかりませんが、時間をかけて気づいていけばよいのです。サメ組は母親の写真を胸に抱いて、自分の家に向かいました。明日はまた新しい1日が始まります。勉強に励み、春人との時間を大切にし、源一との関係をゆっくりと深めていくでしょう。商店街に春の風が吹いて、桜の木々が静かにざわめきました。長い冬が終わり、希望に満ちた春がそこまで来ていました。過去の傷は完全に癒えたわけではありませんが、新しい絆という姪の薬草が、その傷を優しく包み込んでいるのです。三人の物語は、これからも続いていくでしょう。血のつながりを超えた、心のつながりを大切にしながら、